こんにちは。投稿者です。皆さん、速さに飢えていますか？人類の進化が加速していると言われる中、私の PC は進化が止まったままでした。ここ1、2年で、PC 性能に限界を感じ、インテル第4世代から12世代に更新。結果、CPU は格段に速くなりましたが、ストレージは手つかずのままでした。ストレージは地獄の沙汰。一般的にハードディスクよりも、読み書きが高速であるとはいえ、最新のスマホと比べても見劣りしてしまいます。ここは高速の NVMe SSD に交換して、人類の進化の加速を超越しましょう。一般的な SATA SSD と比べて、比べ物にならないくらいちょっと嫌です。以前使ってた SSD はサムスン製で、7年以上使ってましたが、壊れず優秀でした。なので次もサムスン、と行きたいところでしたが、たまたま海外通販サイトアリエクスプレスで、コスパの高い SSD を発見。それがこれ。謎のメーカー、ミーゴールの SSD。なんだろう、スマホシャオミの関連会社。容量は 2TB で、速度は PCIe 4.0の理論値限界まで出るようです。価格は割引もあって、当時破格の1万37円で買えました。アリエクスプレスはドル決済がお得で、為替手数料がかからないレボリュートを使ってます。それに加え、楽天リーベイツ経由で買うと、最大 5% 分のポイントが還元されました。実質1万円切り。当時のセールで割引を活用すると、ライゼン5500が約8800円で買えたなど、値引き渋いパーツが狙い目だったようです。ボコボコの箱に記載の CT300 は製品名で、SATA の D200、PCIe 3.0 対応の CT100 もあります。箱の裏側を見ますと、説明が色々と書かれています。その中でも、特に気になる記述がこちら。保証の詳細については、haikstrage.com を参照してください。ミーゴールじゃないの？このサイトを参照します。このメーカーが作ってそう。その名もハイクビジョン。防犯カメラが有名で、その関連会社のようです。コスパ性能は良いようで、期待が持てます。NVMe SSD を触るのは今回が初ですが、初が中華製って大丈夫か？まあ壊れてもバックアップ取ってるからよし。バックアップ取ってないと壊れた時が、背面にはシリアルナンバーの紙が貼り付け、前面を見ます。コントローラー IC はマキシオ MAP1602A。NVMe SSD は種類が豊富で、一般的に PCIe の世代とレーン数が強いほど良いです。この SSD はここで、詳細スペックを見ると、Gen 4世代限界まで速度が出るようです。ただ、DRAM レスという点が気になります。低速なフラッシュメモリーに対する、高速なラムキャッシュがないので、そこがボトルネックではありますが、それを補う HMD という PC メモリを共有する仕組みがあるそうなので、試してみます。しかしこの基板、メッキがすごい。なかなか高級感あります。あと、NVMe SSD って、とても薄いんですね。注意しないと曲がりそう。動画ではわかりにくいですが、コントローラー IC の方が何度より薄いです。SSD ヒートシンクの段差をなくし、放熱性を上げるため、銅製テープを用意しました。メイン PC で使用するため、効率的に冷却し、安定した性能を目指します。なお最新世代の Gen 5 SSD は、発展途上で世代限界まで速度が出てません。発熱問題もあるみたいで、今回見送りです。そもそも、インテル環境の場合、現状グラボの16レーン分だけが 5.0 なので、グラボを諦めない限り使用できませんね。AMD 環境はソケット側も 5.0 で羨ましいです。貼り付けが完了しました。まあこんなものでしょう。厚みを見てみます。が、貼る前とほぼ変わってなくて草。ちゃんとした放熱板を買った方が良かったかな。それでは PC に NVMe SSD 取り付けます。組み直してから1年が経ってます。もちろん、その間に細かいメンテはしています。ヒートシンク付きのスロットに取り付けます。NVMe 用のネジは小さいので、精密ドライバーが必要です。ただ、すべて金属で作られた精密ドライバーは、使いにくいので、エガプラ製のドライバーに着地をして使ってます。硬いネジが外しにくいんですよね。あとは SSD をヒートシンクの間に挟むだけ。付属の放熱パッドですが、サイズ感ギリギリかもしれません。取り付けが完了しましたので、早速ベンチマークテスト、と行きたいところですが、取り付ける SSD は一つだけとは、言ってませんよ。今回、違う場所にも、SD を取り付けます。使用する SSD は同じ CT300。追加ソケットにはヒートシンクがないので、別途購入。海外アリエクスプレスで購入なのに、まさかの日本語表記、そして PS5。なんとなく闇を感じます。ヒートシンクを装着し、空きソケットに取り付けます。
NVMe 用ネジは付属品を使用します。しかし、電力がマザボから供給されるのは、接続が簡単でいいですね。取り付けたので、3つ目いきます。マザボは NVMe レイド対応。SSD は容量ギリギリまで酷使すると、特定のブロックだけに負荷がかかってしまい、速度低下や寿命を縮める原因になるそうです。チップの少ない SSD でレイドレイしてもあまり問題ないやろ。プラッタを9枚積んどるハードディスクもあるし。そう思ったのです。細かい話はさておき、完了です。では、電源を入れます。スイッチオン。とはならず、普通に起動しました。一度やってみたかったんですよね、これ。クリスタルディスクインフォで情報を表示しましたが、ディスク名の 2TGB って何？ちょっと面白いですが、気になるのは、NVMe の規格が 2.0 ではなくて 1.4 です。サムスンのハイエンド SSD は 2.0 に対応。メーカーによると、2.0 対応との説明でしたが、製品ラインが違うのでしょうか。2021年5月に発表の NVMe 2.0 は、ZNS に対応したのが主な特徴。ZNS は、従来の細かな LBA 単位の読み書きに加え、より巨大なアプリケーション単位での、読み書きを実現するコマンドセットです。これは、フラッシュメモリーの書き込みブロック単位が、LBA より巨大な点や、瓦記録と言われる SMR ハードディスクが、細かい単位での書き込みが苦手であるため、その解決策として出されてたようです。だから 2.0 でハードディスクにも対応したんですかね。また、ソフトウェア側の対応も必要で、Windows の場合、REFS というファイルシステムを使用する必要があるそうです。Windows 11のインサイダー版で試験的に導入できるそうで、次の12で導入されるかもしれません。なので 2.0 対応新ファーム待ってます。クリスタルディスクインフォ以外に、マキシオ用の情報ツールで詳細を見てみます。難度は中国 YMTC 製の232層 TLC を使用。この難度、速度は 2400ms で、PCIe 4.0 の帯域を超えているようです。書き込み耐性は驚異の 3600TB リトンで、長く使用できそうです。容量偽装のチェックですが、色々調べた結果、偽装はなさそうです。お楽しみのベンチマークです。スペックはこの通りです。Windows 11になると、ダイレクトストレージのバイパス IO が使えるのですが、レイド構成では使えないという情報があります。というか、対応ゲームはどうなってる？ということで、検証スタートです。定番のクリスタルディスクマークです。まずは SSD 単体でのテストです。このベンチマークには、NVMe SSD オプションが、ついているのですが、やってる方をあまり見かけないので、今回、そのままの設定でテストします。あれ？何かおかしいですね。スピードがあまり出ていないような。画面キャプチャーを外して、再度ベンチマーク。シーケンシャルは速くなりましたが、91スレッド1が落ち込んでます。ライゼン環境だとシーケンシャルリードが、7450MB 秒出るんですよね。なんでだろう。お次はアットディスクベンチマークです。QDEX はデフォルト設定です。一応これも最初だけキャプチャーしてますが、やはり影響を受けたので画像を用意します。結果はこうなりました。小さな IO サイズについても力強い性能を発揮します。DRAM レスに必須の HMB を確認します。確認方法はいくつかありますが、今回は HMB インフォというツールで確認しました。初期状態だと 32MB が確保。DRAM 付き SSD は 1GB 以上もあります。この HMB ですが、増やす方法があります。デバイスマネージャーを開きます。詳細、タブのプロパティ、プルダウンより、親を選択します。VN と DEV と REV の後ろにある16進数をメモします。レジストリーエディターを開きます。記載のパスからキーを新規作成します。キーのデータにはメモした内容に合わせて記述します。記述が終わったら、終了させて再起動します。HMB の量が増えたか確認してみます。無事増えてます。しかし残念なことに、マイクロソフト標準ドライバーの制約で、最大 64MB までしか増やせません。焼け石に水。ついでに HMB なしのパターンも検証します。先ほど同様、レジストリーエディターを開き、記載のパスからキーを新規作成。あとは再起動すると反映されます。HMB 例、32、64MB での検証比較です。クリスタルディスクマークの結果です。シーケンシャルは、ほぼ変化なしですね。ランダムについても同様。ほぼ誤差みたいなもので、HMB の効果が感じられませんでした。そんなものなのか。アットディスクベンチマークでも、同様に HMB 例、32、64MB の比較。小 IO サイズに違いがあります。わかりにくいのでグラフにしました。
リードに変化が見られますが、よく見ると、デフォルトの 32MB が一番安定してるかも。よく考えられて確保されているようですね。続いて、大容量データの書き込み検証を行います。SSD は書き込みをし続けると速度が落ちていきます。今回、略眼を使用し、全領域書き込み続けます。結果がこちらになります。赤い折れ線がシーケンシャルライトとなります。250GB を書き込んだあたりで速度が落ち、そこからさらに 1.45TB まで書き込むと、もう一段速度が低下します。実際の書き込みでも確認できます。適当なファイルを書き込み続けると、毎秒 1.5GB まで速度が低下。さらに書き込み続けると、毎秒 700MB 強まで速度が低下。書き込みは全領域の7割までにしておこうかな。この SSD、トップクラスに速いですが、今回、レイド環境を構築します。この場合、ドライバーがマイクロソフト標準から、変更になります。このため、先ほどの検証結果が変わってきます。正直、検証動画を作るのは超大変ですが、高評価、チャンネル登録をしてもらえると、励みになります。VMD を有効にした後、RST ドライバーをインストールします。インストール完了したら、設定に入ります。エラーで起動できないだと。レイド構築編、終わり。ってな感じでトラブったので、検索します。エラーコードで調べると原因が判明。サービスが落ちているので、起動すればいいみたいです。レイド構築はマニュアルに詳しく書かれていないので、トラブルと初心者には厳しいかもしれませんね。設定画面に行けました。SSD はちゃんと認識できているようです。デバイスマネージャー上からも確認しますが、レイドコントローラーの下にストレージデバイスが、ぶら下がっていることが確認できます。クリスタルディスクインフォを確認すると、RST ドライバーの場合、転送モードが見えなくなってます。ドライバー間の速度差を確認するため、クリスタルディスクマークを走らせます。結果はこの通りです。RST ドライバーの方が調子いいかな。ただ、やはりシーケンシャルは AMD より遅いです。ここで、興味深い内容を見つけました。これ、ペイロードサイズが512あります。何それって感じだったのですが、一時期、一部のウエスタンデジタル製の SSD が、特定のマザーボードで遅くなる事象が発生し、ペイロードサイズが小さかった点が、原因として挙げられていたようです。後にファームウェア更新で修正されたようですが、過去のログから最大ペイロードの違いで、速度差が出ている画像が出回っていました。画像入力ボードでは、ペイロードサイズが小さいと、転送帯域が80、90% に落ちるとのこと。ペイロードサイズは、AMD が最大512で、インテルが256のようです。要は最適化の問題なのですが、それにしても変な話ですよね。国民の三大義務といえば、教育、勤労、そしてインテルと、国民の PC にインテルが入ってて当然なのです。それなのにインテルを差し置いて、AMD に最適化されているとは、これは断じて許されない行為です。ペイロードサイズで違いが出るのか、検証しましょう。ペイロードサイズに違いがあった、こちらの CPU。セイロン G530 が128で、Core i5-3470 が256でした。古いマザーボードの場合、M.2 ソケットがないので、変換アダプターを用意しました。CPU 直結のスロットで検証します。今回、3470と G530 を似た処理性能にするため、BIOS で3470の性能を制限します。結果がこちらです。メイン PC の PCIe 世代を落として測定した結果も、載せておきます。いつものクリスタルディスクマークの結果ですが、G530 のシーケンシャル速度が落ちています。インテル環境でシーケンシャル速度が落ちる原因は、ペイロードサイズの最適化の問題なのかもしれません。一応ランダムの結果も見てみます。興味深いのは、G530 と速度を落とした3470の結果が、ほぼ同一になったところでしょうか。3470を元の状態に戻すと性能は上がるので、ランダム性能は CPU 性能が影響してますね。話はそれましたが、SSD3 つでレイドレイを構築していきます。レイドレイはデータを細かく分割し、それを複数のディスクに分散し、読み書きします。こうすることで、複数台分の速度が得られますが、故障する確率も複数台分上がります。今回、ロマン重視で例にします。故障は RTA かな。壊れた時は報告しますね。レイド対象の SSD を決めます。すべての SSD を選択します。データストライクサイズは 128KB を選択します。あとは、最終確認。ボリュームを作成します。無事作成されました。Windows の管理画面からも、単一のドライブとして認識されています。SSD で 6TB は広大すぎる。
とりあえず、キャプチャーした状態で軽く、ベンチマークしてみますが。いや、こんな早いの。3万円でここまで出せるとは。ちょっと笑ってしまいました。キャプチャーなしの結果がこちらです。932スレッド1の読み込み速度が 1000MB 超えです。しかし、91スレッド1の速度が落ちています。アットディスクベンチマークも試してみましたが、こちらも同様、シーケンシャルは圧巻ですね。ただし、小 IO サイズは苦手ですね。これはアクセスパターン最適化上の仕様なので、ランダムアクセス性能は期待しない方がいいそうです。以上、SSD3 つを使用した検証でした。検証をしてみて、高コスパの SSD だと感じます。でも、SSD3 枚って中途半端ですよね。あれ、アダプターに何か刺さってるぞ。4つ目いきます。NVMe ソケットの空きはもうないので、先ほどの変換アダプターを使用して増設します。メイン PC の使える空きスロットは2つあり、グラボ用の PCIe 5.0 スロットに増設します。もしくは、その下の PCIe 4.0 のスロットに、取り付けることになります。NVMe ソケットを全て埋めている状態だと、場合によっては速度が出なくなります。その検証について、後ほど紹介します。変換アダプター上の NVMe SSD も、BIOS 上から認識できていて、レイドに組み込めますね。改めて、ソフト側でレイド設定していくのですが、レイド10も選択できるようになってます。レイド0、1、5だけじゃなかったんか。試しに設定してみましたが、普通に使えますね。ということで、SSD4 台のレイド0です。SSD で 8TB は、もう異次元ですね。設定終わったので、ベンチマークです。例によってクリスタルディスクマークですが、PCIe 4.0 のスロットに取り付けた場合も、載せておきます。やはり SSD を追加した分だけ速くなってます。特にシーケンシャルは毎秒 25,000MB と、DDR メモリーのような速さとなっています。それと、PCIe 4.0 のスロットに取り付けた場合ですが、SSD3 枚の結果とあまり変わりませんね。理由は察していますが、おそらく DMI の帯域の限界でしょうね。DMI とは、CPU とチップセット間を接続するバスのことです。DMI は PCIe を使用しているそうですが、600と700番台は PCIe 4.0 を導入。使用のチップセットは PCIe 4.0×8 で接続され、帯域的には SSD2 つが限界です。速度が低下した PCIe 4.0 スロットは、このチップセットに接続されているため、帯域が逼迫し、速度が落ちたというわけです。SSD4 枚のランダムの結果はこちらです。ランダム性能はもう変化なしですね。というか、シーケンシャルの結果でもう十分すぎます。SSD4 枚分の速度を求めるなら、グラボを諦めなくてはいけない。高級マザーで PCIe のレーンを分割する手も、なくはないですが、そこまで投資はしたくないんですよね。現在、ミドルレンジのグラボを購入検討中ですが、高価不高価。近年、PCIe×8 対応品が増殖中です。NVMe ソケットが搭載された変態グラボも、存在するようですが、市場には出回ってないです。PCIe レーン分割はチップセットに依存し、東方のマザボはチップセット上は対応ですが、設定は見つかりませんでした。ASUS 製なら結構あるらしい。外部分岐チップを利用してレーン分割するカードは、非常に高価です。何かいい方法はないか。海外フォーラムを眺めていたところ、すごい方法がありました。その方法とは、CPU を改造してレーン分割。そんなことができるのか。この改造方法は、CPU の特定のピンをショートさせて、PCIe の動作モードを変更するというもの。Core i5-12500の場合、このピンをショートさせれば良いようです。PCIe スロットの物理的な分岐には、このアダプターを使用します。アダプター上部についている拡張スロットが、グラボもさせる PCIe×8 スロットになり、その下にある NVMe ソケットが、残りの ×8 分の帯域を分け合います。しかし、黒の基板に金メッキって、先ほどの NVMe SSD や変換アダプター、それに CH341A みたいな風貌ですね。ミドルレンジのグラボは通常サイズがほとんどです。ロープロサイズのグラボを指していますが、PC ケースはグラボの縦置きが可能なので、PCIe の延長ケーブルを使用して、縦置きしようと思います。延長ケーブルは品質が肝で、PCIe 5.0 対応のものもありますが、4.0 対応品と比べて倍以上高く、たった 230cm でリドライバー IC をかます。とんでもないケーブルもあるので、どうするか迷っています。それは後で考えるとして、ピン同士の決線には、ヒートシンクの密着性を向上させるために、使用した、銅製テープを用意。この銅製テープは、
接着面に導通性塗料が塗られているもので、両面に導通性があります。まあ改造前提で買ったものなんですけどね。CPU は反り防止の金具をつけていましたが、幸いにもノートラブルでした。ネットの情報は偉大です。久しぶりに CPU の裏側を見ました。部分的に変色が見られますが、全体的に綺麗です。AVX512 対応。ピン間のピッチは、資料によると、わずか 0.8 ミリしかありません。これ無理ゲーじゃね。銅テープをカットしていきますが、銅テープの幅は15ミリあります。なお、改造は自己責任でお願いしますね。最悪、マザボが焼ける可能性がありますので、細心の注意を払いつつ、作業を進めていますが、面白そうなことしてるじゃないか。おじさんも若い頃、CPU に、アルミホイルを貼って OC してたよ。それコア2の B セルモッド、ってやつですよね。E2140 でやったことあります。一体、何だったんだ。しかし、なかなか小さくて難しいですね。わしのコンダクティブペンいるかのうわぁ、今度はなんだ。なんなら鉛筆でもいけるぞい。アスロン G さんまで登場しました。アスロン同様、コンダクティブペンや鉛筆で、決戦する手法は、この CPU でも可能です。今回、改造方法に沿ってやってますが、自己責任かつ、やりやすい方法でどうぞ。完成したようです。導線テープを決戦した様子です。CPU 右下に銅テープを貼り付けています。ど真ん中じゃないけど、まあいけたんちゃう？あとは逆の手順で組み戻すだけです。本当は SSD3 枚のレイドで終わらす予定でしたが、想像以上に長引いてしまいました。グリスは GD900。10分くらいの動画にしようと思ったのに、全然終わらなくて泣ける。グラボを挿して、テストをしてみます。アルダーレイク、ラクターレイクの場合、レーンは半分ずつ、×8 と ×8 の分割となり、片方の NVMe ソケットは無効になります。ちょっともったいない気もしますが、仕様です。スロットに挿します。動作確認をしたところ、グラボは認識しましたが、SSD はダメでした。失敗。今度は反対側のソケットに挿してみて。それでもダメなら、企画終了。かと思いましたが、無事認識しました。改造前は ×16 だったものが、改造後は ×8 の2つになっています。分割成功です。これで、SSD4 枚の帯域を確保しつつ、ミドルレンジのグラボを動かせますね。と、ここで思いました。グラボの帯域を SSD に全振りしたら、ということで実験してみます。実は、サブ PC 用に SSD を購入していました。容量は 1TB、2TB 品と比較してみますが、異なるのは難度チップのみで、パッと見て見分けがつきませんね。1TB、2TB のクリスタルディスクマークですが、結果は両者ほぼ同等の性能でした。アダプターとアダプターの夢のコラボです。金具のネジ穴が2つの基板にぴったりです。すごい偶然。取り付けますが、赤のヒートシンクは目立ちます。当時、これしかなかったんですよね。BIOS 上から SSD5 枚認識しています。レイドを構築しましたが、9TB ではなく、合計 5TB となりました。容量は小さい方に調整されるようです。SSD5 枚でのレイドレイのベンチマークです。キャプチャーした状態で軽くやってみます。これが PCIe Gen 4世代で出せる限界です。クリスタルディスクマークですが、果たして、きた。やはり CPU 直結は早いですね。まさに時代の先端とも言うべき結果です。後でキャプチャーなしのグラフを出します。続いて、アットディスクベンチマーク。ここで、スコアに変化が。書き込みがガタガタになっています。原因不明ですが、SSD4 枚なら安定するので、実使用条件なら4枚までですね。最後にキャプチャーなしでベンチマーク。SSD1 から5枚の結果です。リードはついに毎秒 30GB 超えですね。PC の進化を感じます。それ以外の項目は伸びが鈍化していて、CPU がボトルネックになってるかもしれません。ランダムの結果も載せておきます。SSD4 枚の時と比較し、ほぼ変化なしでした。続いて、ゲームのロード時間を調べます。導入が簡単な FF14 ベンチマークで検証。NVMe SSD は SATA SSD より高速ですが、レイド組んでも速度改善しませんでした。ゲーム次第ですが、NVMe は単体で十分ですね。検証終わります。今回は CPU 改造で PCIe の帯域を分岐し、その分を NVMe SSD に割り振る動画でした。マザーボードの H670 スティールレジェンドですが、チップセットが分岐に対応していたので、CPU 改造で PCIe の分岐ができました。分岐には対応するチップセットが必要です。アルダーレイク、ラクターレイクの場合、×8 が2つの分岐だけ可能ですが、ロケットレイク以前は、×8 が1つと、×4 が2つに分岐可能です。
まさかロケットレイク以前も改造できる？そうです。改造できるそうです。分岐改造可能な CPU は、サンディブリッジ以降の全 CPU のようですが、分岐には対応したチップセットが必要とのこと。主に Z 系列のチップセットと、HX70 系列が該当するようです。手持ちの古い ATX 規格のマザーボードは、H61 と H67 があります。このチップセットは改造無理そうですが、誰かにリクエストされそうなので、先にやってみます。CPU はサンディブリッジ世代のセイロン G530 です。繰り返しますが、改造は自己責任でお願いします。最悪、マザーボードが焼けるかもしれません。古い CPU の方がピン間のピッチは広いので、改造しやすそうな感じですが、×8の分岐で1つ、×4 でも1つと、2つのピンのショートが必要なので、難易度はアルダーレイクと変わらないですね。一つだけ欠戦の場合、×8、×8の分岐となります。ロケットレイクは CPU の PCIe が Gen 4で、×8、×4、×4 が可能なので、改造しがいがありそうですね。ということで、完成しました。拡大しましたが、二つ目が微妙かな。検証ですが、×16 の PCIe は×8になりましたが、二つ目の PCIe×4 や×8が出てきません。チップセットが非対応だと、この挙動になるようです。マザボや CPU を変えたり試行錯誤しましたが、変化なしでした。ということで、検証終了です。動画の途中に出てきた、ファイルシステムの REFS ですが、通常の Windows ではフォーマットできません。しかし、使えないわけではないです。一例ですが、シフトキーを押しながら再起動で、再起動時のオプションが出てきます。トラブルシューティングのコマンドプロンプトを選択し、ディスクパートを動作させます。あとはフォーマットオプションより、REFS を指定してあげるだけです。一応クリスタルディスクマークを試しましたが、速度は NTFS と変わらずですね。購入した SSD ですが、すでに 2TB 品が買えなくなってしまっています。しかし、OEM 品であるため、各社から名前を変えて売られてるみたいです。安かったら買っても良いでしょうね。改造情報など、概要欄にリンク貼っておきますので参考にどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく。